はい、皆さんこんにちは、あきらです。はい、こんにちは、ナミです。はい、ということでですね、僕たちは今韓国チェジュ島に来ております。イエス。はい、今ね、ゆうすけ撮ってくれてるんですけれども、今回はですね、ちょっとね韓国にいるんですが、とある新しいレンズが届きました。それがじゃじゃん、こちらでございます。大きいビルトロックスさんから 135mm、オートフォーカス F1.8 のなんとね AF が使えるレンズができました。この大きさやばくないですか？やばいです。めちゃくちゃでかい、はい。でナミちゃんもう散々アキラムービー出てくれてますから、わかると思いますけど、135mm やばいですね。どんな画角ですか？もう映画みたいな。映画よりもですか？どういうこと？待って待って。ここって何？すいません。ミリ数あったやん。普段はさ 24mm とかさ 35mm、50mm だったやん。バーンってそう望遠のや。だから俺らが普段撮ってる今って何ミリやろこれがね1635の 16mm ぐらい。16mm、はい、今 16mm で撮ってて、これが 24mm、35mm、50mm という風に上がっていくにつれて画角は遠くなると、でさらにいった 85mm を超えて 105mm を超えて 135mm ですと、めちゃくちゃ遠くのものを撮れる単焦点レンズとなっております。なので全然ねズームはできないんだけど、F 値っていうものを下げることができるので、単焦点の役割を果たすぼかした撮影ができたりとか、よりですねすごいシャープな撮影がね可能という風なレンズになっております。このねレンズの細かなね性能面とかもっと詳しいことはちょっと後半に紹介するんで、まず多分みんなね写りが気になると思うんで、どんなもんかとちょっと今から撮っていけたらなと思ってます。はい、やっていきますか。135だからアキラとナミちゃんがめっちゃ離れるからこっちをめっちゃ離れないといけない。一旦ねじゃあもう開放で超ボケボケにさして撮りますわ。どんなもんかと。えぐい。この顔の角度のまま若干カメラ見れる。ちょっとそうめっちゃいい。ちょいにっこりばん。やばい。こんななんか綺麗に撮れるのやばい。もう開放するとどこにおるかわからへん。主人公感えぐい。135はポートレートレンズ。ポートレートなんかな。ポートレートなんじゃないの？そうなんだ。マジでそう、俺初めて使うから。そう俺も見たことない。逆にどう使えばいいかまだわからへん。むずい。うわー、めっちゃいい。すごいボケ。감사합니다。いいですか、見てこれ。うわお。でもやっぱ存在感えぐいね。この人のね。今度ナミちゃんとこれぐらい離れないと全身入らへん。これでギリ全身ぐらい。うわマジ。じゃあ最後にちょっとだけ動画見てみましょうか。いいね。ただめちゃめちゃ重たい。重たい。持ってみて。やばそう。確かにこれで撮影はできない。私も絶対ちょっときついね。ここ終わり。めっちゃここプルプルしてる。135mm だからねこれぐらいにはなっちゃうんやけど、ちょっと重いかなこれは。でもその分の写りはあります。ちょっとせっかくなんで急に無茶ぶりきた。使ってみてほしい。うわすごい。どう？うわてかむずいよね。むずい。めっちゃ狭いから。ちゃんと、主題が分かりやすいから。そうね。撮ってるのは楽しいねめっちゃ。すごっ。ビデオグラファーによる 135mm。うわめっちゃ綺麗なんだけど、距離がむずい。距離設定がむずいね。うわすごい。でもこれスローモーションにしたらすごいインパクトあるよ。確かにね。はい、ということでちょっとね今動画撮ってみたんですけど、意外とね動画も
ブレずに撮れる。まあ動くとね、さすがにあれやけど、でもスローモーションにしたりすると、割とアクティブテーブル補正入れておけば耐えかな、はいとは思いますね。はい、ということでちょっとねまた別の場所に来ました。でここで向こうにねすっごい大きな、多分タワマンだと思うんですけどあるんですけど、ちょっとこの場所でね超人さんをね撮影させていただきます。よろしくお願いします。めちゃくちゃかっこよくて綺麗な方。それ今その辺が風がそれいい。はい、ということでね、韓国から帰ってきて、ちょっとね、日本でもたくさんね、撮影をしてきて、ちょっとね、落ち着きましたので、ちょっと改めてですね、こちらのレンズをね、レビューご紹介できればなというふうに思っております。今ですね、こちら、7M4、ソニーのね、7-4とつけてますが、かなりですね、大きいんですよ。もう一言、本当にでかくて重いです。めちゃくちゃ。ソニーの FE135mmGM のものよりもやっぱ重たい、大きくて重たいということで、135mm レンズの中ではもうトップクラスにね、重量がヘビー級なものなんじゃないかなというふうに思います。届いた時にね、箱開けた時からすごいそれを感じたんですけど、やっぱりね、撮影していても、持って帰ってきても、カメラバッグの中に入れててもめちゃくちゃ重いなと、そこはね、まず第一に感じております。ここからね、実際にこのレンズについて詳しくね見ていけたらなというふうに思うんですが、まずこのレンズのスペック自体はこんな感じというふうになっております。絞りはね F1.8 から F16 の間で、絞り羽枚数は11枚ですね。で最短撮影距離は 0.72 メートルなので、72センチなんで、そこまでめっちゃ寄れるっていうか、全然ですね、そんな寄れるわけではないかなといったところです。最大倍率は 0.25 倍で、フィルターの口径ですね、これをフィルター径は 82mm のね、一番一般的な中では一番大きなねところかなと思います。で重量が 1235g、レンズのみですね、フード合わせずに 1235g というところになってて、1キロ超えのね結構激重レンズにはなっております。で一応防塵防滴仕様のね、フッ素コーディングといったところのものになっていますと。でこのレンズに関してはここにねラボというね、マークがあると思うんですが、これがですねブルトロックスさんのシリーズの中で最もね高級ライン、しっかりとね高額性能を割とねがっつりとね、一番最上級のねラインになるということで、高画質高性能というところが特徴的なねレンズのうちの一つになっておりますと。で外観をねもう少し詳しく見ていきたいんですが、このレンズ面白いのが、ここをね起動させると、ここにねウィンドウみたいなのがあって、ここのディスプレイにいろいろと表示をされるんですよね。でこれねマニュアルフォーカスにすると、ここの距離、今どこのね距離のところに合ってるかっていうのがね表示されたりするんですね。でアイリス絞りに関してもここで調節が可能で、絞りリングも、クリックタイプか、ぬるっとさせるタイプかも選ぶことができるといったところですね。なので今自分が撮ってるね場所がどこかっていうのがすごく分かりやすいし、例えば 1m のところにあるところからめちゃくちゃ奥のところまでね、例えば 2.43 のところまで合わせたいってなったら、これをね見ながら、ピンをねフォーカスをやっていくと確実にね綺麗に合うみたいな、ちょっと難しいけどねみたいな感じで、しっかりとこう数字として、距離をね把握できるっていうところがすごくね面白い仕様になっていますよね。で一応ファンクションボタンがここに1つとここにもね1つあるので、ここにねいろいろと割り当てることがねできるといった形で、なんといってもねこのクオリティ、ビルドクオリティはもう本当にねすごいなと、素晴らしいなと思います。めちゃくちゃね高級感もあるし、かなりね頑丈そうだし、全然なんかねそこまで傷がねつくようなデザインじゃないのかなというふうにも思うし、なんかサードパーティー製だからみたいなところの妥協がないというか、本当にねこう純正のようなしっかりとしたね質感になってるかなというふうに思いますね。でこのレンズのねめちゃくちゃおもろいのが、これ撮るとですね、ここの後玉の方にね、ここわかるかな、 USB-C ケーブルをねさせるねポートがあるんですよ。これとね PC をつないでファームウェアのねアップデートができたりするんですけれども、ここにねポートがあるといったところになっております。でですね、このレンズすごいのがですね、アプリにつないで Bluetooth で接続ができるんですよ。こんな感じでBluetooth にね接続をしてですね、このレンズ自体をファームウェアをねアップデートさせることもできたりするんですね。ただこのファームウェア
のアップデートに関しては、ちょっとね無線でやると危ないみたいなので、できればね付属の USB-C ケーブルを使ってやった方がいいとのことなんですけど、一応ねそういったこともできるみたいです。でこのねアプリ自体からこのねファンクションボタンがこのレンズにねついてると思うんですけど、この辺を設定がねできるといったところになってます。いやレンズにさ Bluetooth があるっておもろいっすよね。なかなか純正のレンズだとこんなことはないからさ、本当に USB-C ケーブルとか含めて、ちょっと作り自体がすごくね面白いかなというふうに思います。でちなみに少し面白い機能がありまして、ここのブーストアニメーションですね、フォトと、テキスト選べるんですけど、写真とテキストどっちかをここにね起動時に表示させることができます。これ面白くて、例えばテキストでいくと、はい、こんな感じで設定してあげて、フォントであったりとかサイズとか調節をしてあげます。はい、でセーブするんですね。コンファーム。はい、そうすると設定が完了します。はい、でちょっと戻ってあげて、こっちのね電源を切るんですけど、これをつけるときですね、つけるときに AM スタジオと出て始まるみたいな、これすごくね結構面白いよね。これで所有者が分かるのはいいなと思いました。このねここを設定をしておくと、別にね本体側に何かラベルを貼らなくても、これが自分のことで自分のものであるっていうことが、これをね訂正しない限りはつけるときに出てきますので、これはねすごくいいですよね。で価格がですね税込み14万4000円程度というところになるので、このクオリティであればめっちゃ高いわけではないのかなといった印象を受けました。ドルだとね899ドルなので、やっぱりねちょっと円安の影響がね結構大きいかなと思うんですけど、それこそねソニーの GM レンズに比べたら10万円ぐらい安いので、これはね結構描写性能としては本当にね GM くらいね綺麗だと思うので、かなりね求めやすい価格かなというふうに思っています。でしかも今ねちょっと撮ってるのが11月の21日になるんですが、今ちょっと確認したらセール、ブラックフライデーセールで764ドルなんですよ。これは結構買いだと思うので、セール中にねちょっと買うっていうのもワンチャンありなのかなというふうに感じております。っていう感じで、ちょっとね改めてこのレンズについて知れたと思いますので、実際にね、たくさん撮影してみて、どうだったのか、使用感っていうところとかをねいろいろとお話しできればなというふうに思っております。まずですね一番驚いたところがやっぱりシャープネスだなと、すごい解像感だなというふうに感じました。僕はね結構 G マスターレンズいっぱい持ってるんですよ。5本ぐらいね持ってるんですけど、普段からね GM レンズを使ってる身からしてもすげえなというふうに感じましたね。かなりシャープですごいキレのあるね、画質が出てくるような印象があります。ピント面もねバチコンと決まってるような感じがしてるんじゃないかなというふうに思います。で僕がねすごいいいなというふうに思ったのが、開放のね F1.8 からでも結構改造してます。でこれに関しては全然ね中心部だけじゃなくて、画面のね隅の方であったとしてもかなりねしっかりと改造してる感じがあるので、結構僕はバンバンねもう開放でねバチバチ楽しんでたかなといったところになりますね。ちなみにねちょっとだけ宣伝したいんですけど、今回のね写真とか動画とか全てね、僕が販売しているプリセットとか、ラットとか、パワーグレードパックをね使って、色のね編集っていうものを行っております。特にね写真であれば僕のねオリジナルのプリセットのね、12種類から選べるプリセットをね使っていまして、結構特徴的なね、カラーになってるかと思うんですけど、全てね僕のプリセットを当てて、そこからちょっとね微調整していってるという風な、そういったね現像をしております。で動画の方に関しても僕がね販売しているパワーグレードパックっていうものを使っておりまして、これはね購入するとダヴィンチリゾルブ内のノード情報っていうものをねインストールすることができるようになって、僕が普段ねカラーグレーディングをしているようなノード段階、ノードツリーを、全く同じように、することができます。でその中に5個のラットとか、いろんな僕の色の方向性っていうのをね定めていますので、そこからね、ベースとして調節していただいてもいいし、そこからもう組み合わせたりとか、いろんなこう自由自在に自分の好みのカラーっていうものをね編集できるようなものになっていますので、このね、紅葉のシーンもねもともとはログで撮影していて、それを一旦戻すとこんな感じの色なのが、僕のパワーグレードを使うことによってこれぐらいね綺麗なね色味になりますので、ぜひね皆さんよかったらこれ使ってみてもらえたらと思います。で多分ね今世間だとねブラックフライデーのね、セール期間だと思うんですけど、なんとですね僕のね新しい EC サイトができました。はい、なのでここでですね、新しくね、プリセット、パワーグレード、ラットとね販売は継続してるんですが、ちょっと今回ね特別に10日間限定で、ちょっともう今中盤あたりぐらいだと思うんですけれども、15% オフのね割引を今限定で、通常はねセールっていうのはねほぼ行わないんですが、ちょっと限定で今だけやってますので、よかったらねこちらチェックしていただけると嬉しいです。はい、ちょっとね告知を挟んでしまったんですが、かなりね本当に改造するような印象を受けました。で動画でね見てもらうと分かりやすいと思うんですけど、オートフォ
フォーカスもね結構非常に優秀で、全然特にね問題ないかなというふうには思いました。人物のね瞳をねしっかりと食らいついていると思いますし、開放の F1.8 そして 135mm っていうねかなりピントがねシビアな場面だとしても、やっぱりねボディがソニーっていうのがあって、でこれはね AI プロセッシングユニットとか入ってない 7M4 7C-M2 ではないねモデルなんだけど、全然ね問題なく撮影がねできていたかなといったところですね。ただ人物じゃない場合とか、なんかこう木とかなんか他のオブジェクトみたいなものをこう頻繁にやろうとすると、ちょっとね距離が出るとグワーっていう風になる時がたまにあったりはするんですけど、でもおおむねポートレート撮影とかであれば全然ね問題ないかなといった印象は受けましたね。で僕がね最も話したいのが 135mm ってどうなんっていうところなんですけど、正直やっぱ難しかったです。僕は本当に 135mm の単焦点とか全然使えへんから、マックスいっても85とかなんで、70200とかはね使うんですけど、135のプライムって結構むずいだろうなと思ってたんですけど、結構やっぱ難かったかな。特にねやっぱ動画かな。動画はねほんと難しい。こうかなり引かなあかんし、あとねこうカメラワークっていうところになると結構難しくなっちゃうんですよね。僕ちょっとねご飯を食べてる時にね遠くから撮ってみてたんですけれども、これに関してはもう別のテーブルから撮ってみるみたいなぐらいのね距離感になるので、絶対自撮りはできへんし、結構離さないと本当にね3メーター以上はね離さないと画角には入らないと思うので、こうラン&ガン的にね動画を撮るっていうようなレンズではないとは思います。ただですね、写真とかに関してはもうこれで撮るともう間違いなく良くなるというか、すごいねこうバチコーンって決まってくれるんですよね。なのでそこがすごい良かったなというふうに思います。で特にね抜けがいいところだとねすごい気持ちいいですね。チェジュ島のこの写真であったら後ろにねすごい広大な景色が広がってると思うんですけど、そういったところだとすごいね気持ちいいね抜けになってると思うし、このね紅葉の写真であれば紅葉のねこう並木道みたいなのがあったんですけど、そこのね後ろがこうふわーんってねこう届いていくような感じのね、すごいねそこら辺のこう表現っていうのはめちゃくちゃ楽しかったですね。であとはやっぱり使ってみて思うのは、もう本当に人物を撮るのにやっぱ最適だなというふうに思います。正直そんなこう景色とかなんかこう物とかってちょっと難しかったんで、僕はやっぱこう人物をね撮るのが好きなので、こうやっぱ人を撮る時にねもうその完全に主人公として捉えることができるので、もうこの人を超美しく、この人を超ね可愛くなのかかっこよくなのか美しくなのか、いろんなねやりたいことがあると思うんですけど、そういったところにバチコンと決めるとマジでねこう印象的なねものが撮れるなというふうには感じたかなといったところです。一方で動画撮影しんどかったところで言うと、重すぎる。本当にめちゃくちゃやっぱ重いんで、ボディよりも重たくなるので、ソニーのね強みって結構ボディの軽さとかも僕はあるのかなと思ってるんですが、結構ねこのずっしり感、わかる。結構僕のね成人男性の手にも割とこう余ってしまうような、てかはみ出るぐらいの重さになるので、動画をね長時間こうやって持つのとかはやっぱ結構ねしんどいかなというふうに感じはしますね。であとね結構やっぱジンバルとかこう三脚とかミニ三脚がやっぱ乗んのしんどいので、この大きさだと。なので結構フロントヘビーになるので、特にジンバルはそれこそ RS3 ミニとかの小さめのサイズだったら結構きついんじゃないかなというふうに思うので、やっぱり RS4 Pro とか RS3 Pro とかの方がいいんじゃないかなといったところは感じてはおります。はい、というわけで最後にですね、ちょっと実際に使用していてちょっと注意点というか、ここちょっといまいちだったなっていうところがいくつかあるので、お話しして終わろうかなというふうに思います。まず1個がですね、このフード自体はすごくいいんですよ。作りはめっちゃいいんだけれども、ちょっとね取りにくい。ここがねすごい噛むんですよね。ここがね普段ねこうつけてて、でね撮影終わって外してこう直そうとするときにここまでは直んねんけど、また撮るときがここがねちょっと詰まるんですよね。ってなるから、ここのね詰まりが結構あるなという風に感じましたね。であとはねこのファンクションボタンに関してなんですが、ここね結構ねクリック感が強く必要なんですよね。結構ねこういったカメラのねものよりもねもっと強く押さないといけないので、特に動画とかでねこれを押すと結構そのね振動がガンってなっちゃうことが多いぐらいね、結構ちょっと強めだと思います。でさらにねちょっとちっちゃいなっていう風に感じました。でちょっと押しにくいボタンなので、もうちょいねこれいい感じのボタンだったらねすごく良かったなという風に感じますね。であとはねここのパネル自体はねすごくいいし、めちゃめちゃねもの自体は見やすいんだけど、F 値の値っていうのがここをつけないと見れないんですよね。要はこうソニーの GM レンズとかって数字がねもともとレンズ側に書いてるじゃないですか。でもそれがねこっちだったらないので、電源をね1回か
つけてから確認しないといけないっていうのはちょっとね邪魔くさいかなという風に感じはしましたね。あとはそれに伴ってアイリスのロックもないんですよね。なので GM レンズとかであれば、アイリス自体を固定してロックさせることもできるので、カバンの中とかでねこう F 値が変わらないっていうねメリットがあるんですけど、それがねこれだとできないので、ロックがね、このビルドクオリティなんだったらつけてほしかったなといったところは正直しました。で最後写りのところに関してなんですけど、めちゃくちゃ僕は好きなんだけど、人によってはボケがうるさいなっていう風に感じるかもしれないかなという風に思いましたね。結構僕はねいろんなアングルで撮ってみたんだけど、やっぱりちょうどね紅葉の時で僕はすごい写真気に入ってるんですよ。写真も動画も両方ともすごい綺麗だなと思うんだけど、人によってはちょっとこれうるさいなって思うだろうなという風に感じはしたかな。本当にボケ感って結構好みもあると思うので、これはね実際にこう僕のね今の作例を見て判断していただきたいんですけど、ちょっとねボケが、特徴的ではないんだけど、ブワブワブワみたいな玉ボケもブワーみたいな感じですごいブワーって出るので、これはねちょっと思ってたより出るんじゃないかなというふうに思うので、若干ねそこはね注意点かなというふうに思っております。実際に写真と動画を撮ってきて見返した時にうわーって思った優しきがボケだったんですよ。主人公というかその人物の綺麗さっていうよりもボケ感にうわーって驚いたっていうのがさっきそっちに行っちゃったぐらいでかかったので、ボケめっちゃ綺麗なんやけどすごいねインパクトはあるかなというふうには感じております。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。ビルトロックス 135mm のねレンズを今回はご紹介させていただきました。いやなかなかさこんなレンズ使わせていただくことがないから、本当にねちょっと今回ありがたい機会をねいただいたなというふうに思ってるんですけれども、こうやってねちょっといろんなレンズをねこうやって YouTube を通してすごく出会えるのってめちゃくちゃいいなというふうに思ったんで、ちょっとレンズのレビューってね正直あんまりやってこなかったんですけど、ちょっとね今後もし機会があればレンズのレビューとかもねたくさんやってみようかなというふうに思っています。もしこの動画が良かったらちょっと感想をください。レンズはねいいよもうカメラのボディやっといてみたいな感じであればそれでコメントもらえたらと思いますし、ちょっと皆さんのね反応とかこの動画のね再生回数とかもこう見つつ、ちょっとレンズレビューをね今後どうしようかなっていうのは考えていこうかなというふうに思っております。今回のね作例の写真とか動画を全て僕のねプリセットとあとはパワーグレードパックをね使ってやっておりますので、同じような色味がね作れると思いますので、よかったらねぜひ概要欄のリンクからチェックしてください。でこのね、ビルトロックさんのね 135mm のレンズ、絶対買うべきかって言われるとちょっとそれはねそこまでは言わないんですけど、でも 135mm の GM マスターがね欲しかったけど高すぎるんだよなっていう風に思ってた方とか、またねもう超ボッケボケにしたいとか、あとはねあんまりね普段から旅行行きまくれない人がちょっとこうねどんな場所でもねいい感じに撮りたいんだよなっていう方にはすごくいいと思います。逆に言うと旅行先でねこのレンズを使うとあんま意味ないと思うんで、めっちゃボケるっていうのはいいけどすごい圧縮も効くからなんか他でいいんじゃない、他の場所でいいんじゃないかなっていう風に僕は思うので、何気ない日常をより綺麗に撮りたいとかっていう方にはすごくねうってつけのレンズでもあるのかなという風に思いますので、あとシンプルにめちゃくちゃでかいので旅行には向かないと思います。はいっていう感じになるので、もしね皆さんの用途に合う方がいらっしゃいましたらぜひねご購入を検討していただければいいのかなという風に思っております。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。